さつまいもパンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はさつまいもパンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜さつまいもをパンケーキにしていきたいと思うんですが、今回はですね、さつまいもを厚めにスライスして、それをパンケーキの生地にくぐらせて、そして焼いていきたいと思います。サイズ感も一口サイズでとても食べやすくなってます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、ホットケーキミックス、牛乳、卵、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが、丸々ね、1本使っていきたいと思います。こちらは大きさによって適正量が変わるので、様子を見ながら調整してください。ちなみにですね、このさつまいもは今の状態で約 370g です。こちらは目安にしていただけたらと思います。太さとかもね、いろいろ変わってくるので、本数はホットケーキミックスの生地の量に合わせて変えてみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず最初にですね、こちらのさつまいもの皮を剥いていきます。皮付きの状態で作りたい場合は、皮付きの状態で作っていただいても大丈夫です。では剥きます。はい、このように皮を剥きましょう。そしたらですね、両先端は切り落としてください。そして大体ですね、1センチから2センチ幅で切っていきます。このぐらいの厚みです。この時ね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。はい、OK です。このように切ってください。そしたらこのようにボウルに入れて、そして水に浸してください。このまま5分アク抜きします。はい、5分経ちました。5分以上置いてしまうとさつまいもの風味もね、流れ出てしまいますので、5分以上は水にさらさないようにしてください。それではこちらを水切りします。はい、 OK です。そしたらですね、こちら耐熱の容器を用意してください。ここにさつまいもを並べます。はい、そしてここにふわっとラップをしてください。それではこちらを電子レンジ 600W で5分ほどさつまいもが柔らかくなるまで加熱します。はい、5分経ちました。やけどしないようにね、ラップを外してください。そして一度ね、竹串で刺していただいて、それでスーッと竹串が通れば OK です。あんまり刺しすぎるとね、お芋が割れちゃうので注意してください。水分でね、柔らかくふにゃっとならないように、このようにバットに開けておきましょう。さつまいもの準備はこれで OK です。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして溶きほぐします。溶きほぐしたらここにサラダ油です。そしてよく混ぜましょう。このようにね、サラダ油を入れていただくとふわっと柔らかいしっとりとした生地に仕上がります。そして牛乳です。よく混ぜましょう。よく混ざったらここにホットケーキミックスを加えます。こちらはね、振るわずに入れちゃって OK です。そしてよく混ぜます。はい、 OK です。ダマにならないようにしっかり混ぜてください。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。結構ね、もったりとした生地感になってます。でね、これ卵の大きさによってちょっと生地が緩くなってしまう時があると思うので、その場合はちょっとね、ホットケーキミックスを加えていただくといいかなと思います。もし緩くなってしまうのがちょっと不安だなという時は、まずね、卵を半分入れて、そしてあとはね、卵を加えながら生地の硬さを調整していただくといいかなと思います。はい、生地の準備はこれで OK です。そうしましたらですね、さつまいもにこの生地をつけます。このように全体につけてください。はい、こんな感じ。このようにつけていきます。はい、このように全体につけてください。そしたらね、こちらを今から焼いていきます。それでは焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷きます。キッチンペーパーを使ってね、伸ばしましょう。はい、 OK です。そしたら一度火にかけます。そしてフライパンを一度ね、20秒から30秒ほど温めてください。はい、温めたら火を止めます。そしたらここにさつまいもを並べていきます。はい、このように並べます。並べたら火にかけます。火加減弱火です。そして蓋をしてこのまま焼き色がつくまでだいたい3分から4分ほど焼いていきます。火加減はこのぐらいの弱火です。
はね3分ほど経ちました。蓋を開けます。そして焼き色をチェックします。あ、いいですね。いい感じに焼けてたら裏返します。裏返す時はねこうやって2本ヘラを使っていただくと簡単にできると思います。はい、このように焼けてます。そしたらね今度は少しお水を入れます。そして蓋をします。このままですね裏面も3分から4分ほど焼いていきます。はい、今3分ちょっと経ちました。蓋を開けます。こんな感じで美味しそうに焼き上がってます。焼き色をチェックします。あ、いいですね。いい感じに焼き色がついたら火を止めてください。あとチェックしていただきたいのがこちらの横の部分です。ここですね。こちらが生焼けじゃないかきちんとチェックして取り出してください。でね、両面ね結構焼き色がついちゃってそれでも生焼けだなっていう時はちょっとねこちらは電子レンジで少し加熱してみてください。それでは残りも同じように焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。こんな感じでねふっくらと仕上がってます。生地に関してなんですがこのぐらい余りました。なのでこちらの余った生地は普通にねパンケーキとして焼いて召し上がっていただくといいかなと思います。あるいはねまださつまいもが残ってたら追加で焼いていただいても OK です。はい、これでさつまいもパンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ね仕上げに粉糖をかけたんですがこちらはお好みで OK です。このようにふわふわに仕上がってます。可愛いミニサイズのパンケーキに仕上がりました。そして断面はこんな感じです。こんな感じで真ん中にさつまいもが入ってます。あとは最後お好みでメープルシロップをかけて召し上がってください。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。中のさつまいもがホクホクです。そしてこのパンケーキ部分はふわっとした仕上がりになってます。ちょっとメープルシロップもつけていただきます。いただきます。このさつまいものゴロッと感がいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいもパンケーキのポイントです。まずさつまいもなんですが皮を剥いてその後1センチから2センチ幅ぐらいを目安に切ってください。そして切り終わったらすぐ水に5分ほど浸していただけたらと思います。そうすることで変色を防ぐことができるのとあとはアク抜きをすることができます。この時にですね5分以上水につけてしまうとさつまいもの風味も流れ出てしまいますので5分以上はつけないようにしてください。そしてその後ね電子レンジで加熱しますがさつまいもに竹串がスーッと入るぐらいまで加熱していただけたらと思います。こちらは電子レンジの種類によって適正な時間が変わったりとかあとはさつまいもの大きさでも変わってくると思いますので様子を見ながら調整してください。そして生地を作る時のポイントです。今回生地にねサラダ油を加えてます。こちらサラダ油を加えていただくことでパンケーキの生地がしっとりとした仕上がりになります。そして生地ができたらさつまいもに絡めてください。絡める時もですねあんまり雑にやってしまうとさつまいもが半分になったりしてしまいますので優しく絡めるようにしてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですねまずフライパンの上にさつまいもを並べてその後蓋をして弱火で焼くようにしてください。この時ね強火とか中火でやってしまうと生地が生焼けになりやすくなってしまいます。この焼き時間に関してもですねフライパンの素材とかでも変わってくるので様子を見ながら焼き時間を調整していただけたらと思います。そして裏返して裏面もね蒸し焼きするんですが最後出来上がったら生地が生焼けじゃないかどうか一度チェックしてください。この時に両面焼き色がついてしまってだけどまだ生焼けだなっていう時は電子レンジで少し加熱していただくといいかなと思います。最後ですね今回仕上げに粉糖とあとはメープルシロップをトッピングしました。こちらはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいもパンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。